これでわかるジャンバティスト・カミーユ・コロー。バルビゾン派の画家、優しさの画家と親しまれたコロー。本人もそうあることを大切に思っていたようです。こんなことを言っています。優しさの方が才能よりもずっと大切だ。おまけに優しさは才能を引き立てもする。善良な魂があれば作品の中に現れるものなのだから。コローは爽やかなイメージの風景画が多いのですが、人物画となるとまるで違う人が描いたかのような重さがあります。どこか悲しそうな表情。風景がメインでそこに現れる人たちなどはとても朗らかで軽やかな印象がありますが、描く時の気持ちも違っていたのかもしれませんね。さて、どんな人だったのでしょう。1796年、フランス・パリのボルテールのバック街に生まれる。学生時代はパリ近郊にあるポワシーの寄宿学校で学び、自然を愛する少年に育ちました。また、幼少期から絵が好きだったようです。父は羅車織物の卸売商人、母は婦人帽子店を営んでいて裕福な家庭でした。父の意向で後継ぎとして織物商人の見習いになりますが、画家への道を諦めきれず、夜間アカデミーシュイスへ通います。26歳の時、やっと両親が認めてくれて絵の道へ進むことになりました。同じ年齢の風景画家アシーユ・エドナ・ミシェロンに弟子入りしますが、肺炎ですぐ亡くなってしまいました。その後は新古典主義の風景画を教えていたジャン・ビクトル・ベルタンのアトリエに入ります。コローは画家として始めるのも遅かったのですが、認められるのもまた遅かった画家です。ドラクロワに真の芸術家と評価されたりもしましたが、コローが名声を得るのはかなり年がいってからのことでした。それは経済的な余裕が影響しているのかもしれません。父が画家の道を進むことを認めてくれた前の年、1821年に妹が亡くなり、妹の分だった年金が彼の自由になりました。作品の売れ行きや評価に心を煩わせずとも、つつましく暮らしていくには十分な額。そしてコローは贅沢よりも質素な生活を好むタイプだったので、自分の好きな絵だけを描いていられます。もし彼にそのような余裕がなかったら、他の画家と同様、タロン受けするための絵やパトロン好みの絵などを描いていたかもしれませんね。1825年から3回ほどイタリアへ行き、イタリアの風景とともに自身の絵をさらに磨きながら過ごしました。1864年、モントフォンテーヌの思い出がサロンに出品され、ナポレオン3世が購入し、ルーブル美術館所蔵になりました。晩年になって評価されたコローは、より経済的に余裕ができますが、それでも生活に質素を貫き、ことあるたびに誰かのためにお金を使いました。モデルの一人が結婚するとなれば持参金を持たせたり、とある託児所の経営を支えたり、また画家ジャン・フランソワ・ミレーが亡くなった後、彼の妻に彼らの子供たちを支援するためのお金を出し、旧友の画家オノレ・ドーミエが家賃も払えないと聞けば家を買い取ってあげました。1875年、病のためこの世を去る。亡くなるまで手放さず客間に飾っていたこちらの絵をご覧ください。真珠の女。額にある木の葉の部分があたかも真珠のような輝きを放っているために真珠の女と呼ばれました。この少女のポーズ、やや斜めに構える姿勢や右手を上にして組まれているところなど、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作モナリザを意識しているように思われ、コローのモナリザとも呼ばれます。この少女の表情、何かを伝えようとしているのでしょうか。秘められた思いがありそうに思え、印象的に映ります。それからやはりコローといえば風景画。先ほども少し出てきましたナポレオン3世に買い上げられたこちらの絵、モルト・フォンテーヌの思い出。まるで夢の中の出来事を描いているかのようですが、実際スケッチしてきた風景と記憶から合成され仕上げられた架空の景色です。
銀灰色と言われる独特の色彩が叙情的な風景を作り上げています。こちらの絵なんかも同じように銀灰色で描かれていますね。落ち着いた色彩と優しい光に包まれていて、木々はわずかにうごめいているかのようで生命を感じさせます。無邪気に遊ぶ少女たちがまた何気ない日常を感じさせ、幸せな気分にしてくれます。コローはこんなことも言っています。私の好きにやらせてくれるというなら、刑務所の壁を絵でいっぱいに埋めたいと思うのだよ。陰鬱な壁に閉じ込められている道を踏み外してしまった人たちにこのコローの風景を見せてあげたい。と。生涯家族を持たずひたすら静かに描きたいものを描き続けた画家。彼は絵の中に住んでいたのではないかと思うくらい、彼の絵からはリアルな風や木漏れ日の暖かさなどを感じられるような気がします。では最後にコローの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。